が歴史的な赤字6900億円。ホンダは今期の業績予想を大幅に下方修正。最大6900億円の最終赤字との見通しを発表。1977年に連結決算を開始して以来、初の月赤字。主な原因は北米での EV 需要の減速、新型 EV、3車種の開発生産を中止し、関連設備などの減損損失約 1.3 兆円を計上。今後数年分を合わせて最大 2.5 兆円に上る。税収は7500億円のマイナス影響です。市場の評価は意外にも好意的です。どういうことか、まずはこれまでの経緯を見てみましょう。経緯、ホンダが歴史的な赤字転落に至った経緯を時系列でまとめました。当初の強気な EV シフトが北米や中国という2大市場の環境変化によって裏目に出たというのが大まかな流れです。1、攻めの姿勢。2021年2024年2040年脱エンジンを宣言。3部社長の就任後、日本の自動車メーカーで最も早く全車を EV か FCV 燃料電池車にするという野心的な目標を掲げました。北米の巨額投資、独自開発の EV1ONDAゼロシリーズなどの生産に向け、北米の工場や電池工場に数兆円規模の投資を決定しました。2、市場の急変と誤算。2025年2026年初頭、北米 EV 需要の急減速。2025年に発足したトランプ政権による環境規制の緩和や関税方針の変化により、消費者の関心な EV から再びハイブリッド車 HV やガソリン車へと戻ってしまいました。中国市場での苦戦、中国の新興 EV メーカーとの価格競争やソフトウェア技術の進化スピードに追いつけず、アジア圏での収益力が低下しました。リソースの偏り、EV に一金を集中させすぎた結果、需要が伸びていた HV や既存車種の開発が手薄になるという構造的な弱体化が表面化しました。3、歴史的決断。2026年3月12日、損切りの断行。北米で投入予定だった新型 EV3 車種の開発発売を中止。巨額の損失計上。すでに工場や開発に投じた今後使えなくなる資産を一気に損失として処理減損。これにより、当初3000億円の黒字予想が最大6900億円の赤字に転落しました。なぜ今、赤字を出したのか。3部社長は会見でこのまま無理に販売へ進めば、さらに傷口が広がると述べています。今回の巨額赤字は、経営の失敗を認めたという側面もありますが、むしろ将来の負債を今のうちに全て処理し、強みであるハイブリッド車 HV で立て直すためのリセットという、極めて現実的な戦略修正のタイミングであったと言えます。これが市場にポジティブに評価されているのです。税金、ホンダは2026年3月期に最大6900億円の最終赤字を予想していますが、税務上はさらに大きな損失を計上するため、影響は非常に大きくなります。1、法人税の還付キャッシュバック。ホンダが欠損金の繰り戻し還付制度を利用した場合、前期2025年3月期に支払った税金の一部が戻ってきます。前期2025年3月期の純利益、約8358億円。前期の法人税等の支払い額、約3000億円。規模実効税率約 30% と仮定。幹部の目安、赤字額が大きいため、制度上の上限はありますが、1000億円規模のキャッシュが国から還付される可能性があります。2、将来の節税額繰越控除。今回の戦略見直しに伴う損失は、今後数年で合計 2.5 兆円に達すると発表されています。これが将来の税金をどれだけ減らすかを計算すると以下のようになります。損失総額 2.5 兆円、節税効果 2.5 兆円、かける実効税率約 30% 約7500億円。つまり、今後ホンダが復活して利益を出し始めても、累計で約7500億円分の法人税を支払わなくて済む貯金税務上のメリットができることになります。ホンダにとってこの赤字は、目先の現金が減る出費ではなく、工場の価値などを帳簿上で減らす減損です。そのため、逆に税金を払わなくて済む権利を大量に手に入れたとも言えます。これが再建に向けた財務上の武器になるためプラス材料と判断されています。結果、決算発表前の株価1450円に対し、現在の株価は1400円前後となっています。今後は EV 一辺倒から HV を稼ぎ頭にしつつ、インドや新興国市場を強化するという現実路線へシフトすると見られています。目下の視線は、5月に予定されている中長期戦略説明会に集まっています。ここで中止した EV の代わりに、具体的にどんな魅力的なハイブリッド車や次世代車を出すのかが注目されています。いかがでしたか？この情報が役に立ったら、いいねとチャンネル登録お願いします。